はいどうも。では今回は瞑想のすすめっていうテーマでお話します。ひとまず、結論としては、瞑想は日常生活におけるストレスや不安を軽減する効果があるだけでなく、他のアドバンテージもあるので、ぜひとも実践した方が良いっていうことになります。今回は瞑想の実践方法に焦点を当てて話していきます。まず、やはり、瞑想ってのは、心と体の健康を促進し、日常生活の忙しさやストレスから離れ、心の静けさと調和を見つけるための有力な手段として挙げられるわけですね。ストレス軽減、集中力の向上、心の平穏っていうような効果が期待できると言えるわけです。そして、実践する上で、視点というか、軸としては、基本的には次の2つですね。自分か、自分以外か。必ずしも、自己分析と他者分析。この2つの軸を切り離して考えなければならないかって言われると、そうとも限らなくて、関連性もある場合もあって、例えば、他人の分析をしてたら、自分はこれできてないなとか、そういう風に気づいたり、そんな感じで、それぞれ並行して行ってもいいし、一つずつ行ってもいいっていうわけです。順番に話しますかね。まず一つ目、自己分析。結局、これが一番重要だと個人的には思うんですけど、自己分析。これは平たく言うと、対象は自分に関するあらゆることすべてになります。特に自己分析を今まで大してやってこなかった人は、まず最初は、生まれた瞬間から今この瞬間までに、自分がどんな環境にいて、どんな教育を受けて、どんな経験をして、で、どんな考えを持ったかとか、価値観の変化の仕方とか、どんなことが、こういう理由で、好きとか、嫌いとか、自分の得意不得意、長所短所とか、そういう類の、自分自身に関するあらゆる情報を、時系列も、過去、現在、未来、可能な限り、網羅して、全て整理します。で、特に重要なのは、自分がどんな価値観で、何を信じてきたかですね。例えば、親とか教師の言うことを聞くべきだとか、聞かなければならないとか、社会貢献はしなければならないとか、何でもいいんですけど、自分が何を信じてきて、その理由も把握します。で、自己分析してると気づくと思うんですけど、もう大抵の人って、親の影響をかなり、受けてるんですね。いい面も悪い面も。例えば、親からこれって常識っていう風に叩き込まれたけど、よくよく考えたら、本当は違うんじゃないかって思ったら、その価値観は別に変えちゃっても大丈夫なわけです。そういう要領で、自分に関することすべて、なぜこう考えるのか、なぜこれに興味があるのか、なぜこれが嫌なのか、とかも一通りできる限り分析してみてください。もうこれは生きていく上でもう本当に重要で、もうなんなら一生終わることないんじゃないかと思いますね。自己分析することで得られる気づきとかもありますし、俺も日々やってますね。では次に実践する上での二つ目の軸、他者分析です。これは自分以外のもの全てを対象とする分析を指します。他人、つまり自分以外の人間のことであったり、この地球上、世界のことであったり、他人に対してであれば、そいつは何を考えてるのか、もうなんでそんなことを言ってたかとか、ああいう立場だから、これを意図してるのか、などもいろいろ想像するわけです。これができてくると、実生活での会話の先読みとかもできるようになって、他人と話す際も比較的楽になりますね。あとは、この世界にある海とか雲、他にも月とか太陽とか、そういう自然にできたもの以外って、基本的には人間が作り出したものなんですね。人間が普段の生活で関わるもの。例えば、階段でも、ビルでも、スマホとか、ゲームとか、紙であったり、ジュースとか、酒とか、お金とか法律とか、別に目に見えるものだけに限らず、ルールとか概念も人間が考え出したわけなんですね。だから、そういう、身の回りにあるものや概念、それがどういう仕組みかとか、どんな理由で作られたとか、それで誰が得する、誰が損するとか、そういうことを基本的に考えるわけです。そして、自分の頭で考えてもわからないことは、ネットとか本で調べて自分の知識として取り入れたりします。他者分析をしている途中で自己分析がはかどるケースもあるんですね。例えば自分にとっては常識であったり当たり前だと思っていること、簡単にできることっていう認識だけど、世の中とか他人からすると結構違うなんてことも割とあるわけですし、あいつの好き嫌いはこういうのがある、長所短所、得意不得意はこれが挙げられる、とかもありですね。
あとは、物でも概念でもいいですけど、それに対する、考え方とか、自分の接し方はこうだけど、他人は、それに対してどう接してるか、なども考えると、他者分析とともに自己分析も、はかどりやすいですね。で、それらにさらに、ブーストをかけるってなると、やはり本を読むことが、かなり、有効だと思います。やっぱり、コスパがいいわけですね。はい。で、先ほど冒頭で、瞑想する上では、ストレス軽減、集中力の向上、心の平穏っていうような効果が期待できるっていうふうに言ったわけなんですけど、恩恵としてはまだ他にもあって、ただ目を閉じ続けるってだけでも、目を休める効果はある程度期待できますし、なんならもう普段から考える習慣というか、訓練を積み重ねることで、頭が良くなるっていうのが挙げられるわけです。論理的になれるとか、自分の思想とか思考を広げれると言い換えてもいいですかね。個人的にはこれが享受できるメリットとしてでかいし、さらに普通に周りからも頭いいなとも思われやすくもなりますしね。で、普段あんまり自分自身についてとか、将来とかうまく考えきれてない人が、いきなり自己分析とか他者分析っていう風に言われると、やっぱりとっつきにくいよっていう人は、まず何をすればいいのかっていうことで、実際割と簡単で、それは、あなたが起きて、活動している時間のすべて、考え事をしてくださいっていうことになります。ゴロゴロ寝っ転がってる間とか、歩いてる間、バスとか電車乗ってる間、仕事終わってから寝るまでの時間とか、スマホなんか基本的には触らないようにして、本当に何かを考えるだけ、それをずっと続けるっていう頭の訓練になるわけです。ちなみに、場所とか姿勢とかは、少なくとも個人的には特にこだわりはないですかね。別にゴロゴロしてても良いと。で、何を考えるのかって話ですね。必ずしも先ほど挙げたような自己分析、他者分析っていう視点というか、軸でなくとも、特に慣れないうちなんか、本当に何でもよくて、基本的にはその時思ったこととか、自分が考えたいことを何でも考えるわけです。日々見る当たり前のものや光景に疑問を見出したり、仕事をもう少しうまくやる方法、面白くやる方法を考えたり、何でもいいわけです。ただひたすらにずっと何かを考えると。大雑把だなっていう風に聞こえるかもしれないですけど、これはこれでめちゃくちゃ大事だと個人的に思うんですよね。人生を満喫したい、楽しみたいと思ってるけど、普段瞑想してない人なんかは特に最優先にやってみることをお勧めしますね。もし、考え事めんどくさいなって思ったら、なぜ自分が考え事をめんどくさいと思うのかとかも考えてみるわけです。で、こういうことを普段からしておくと、他人と話すときとか、アウトプットするのがスムーズに進んだり、その幅が広がったりするというか、引き出しが増えるので、普通に自分の頭が良くなるってだけでなく、周りの人間からも頭いいなって思われやすくなるわけです。そういう積み重ねが増えていくと、物事の本質が見えやすくなったり、自分の思想がまとまりやすくなったり、あらゆるものに対して自分なりの考え方を持つようになると。そういうわけですね。で、それって、自分が普段から考えた結果、得たロジックなので、なかなか論理的なんですね。例えば、誰かとの会話で、自分が考えたことのある話題が上がったとき、それをパッて話すと、こいつ一瞬でそのロジックに至ったんみたいに、他人から思われるので、頭いいなっていうふうに思われやすいわけです。先ほども少し触れたように、もし考えてて、わからないことがあったら、もちろん、スマホとか本で調べます。で、調べて得たインプットを元にして、さらにまた次のレベルの考え事をしたり、より踏み込んだことを考えます。慣れないうち、特に最初の数日とかは考え事をしまくることでもう辛くて疲れる、もう嫌っていう風になるかもしれないですけど、数週間とかしたらもはや日常みたいな認識になるというか、もう慣れてくるんですね。俺がそうだったわけですけど。で、今回挙げた考える訓練っていうのは、要するに、世の中のあらゆるものを普段から脳内でずっと抽象化し続けたのを経て、言語化して、その得た気づきを他の物事に転用していくっていうことを脳内でずっとぐるぐる続けるっていう話なわけです。あとは、やっぱり人間って物事を忘れてしまうので、メモるのもすごい重要ですね。これも、このアイデア使えるなとか、これ大事だなって思ったら基本的にスマホのメモ帳を使いますね。会社にいる仕事中に、ふといいアイデアが浮かんだりしたら、さすがにそこで堂々とスマホをいじるのはまずいんで、あらかじめ用意してあるハンディサイズのメモ帳に、ペンで、細かい文字で、メモしてますね。もちろん何が重要かとかは人それぞれ違うわけですけど、例えば、今の俺であれば、
こういう音声配信のネタを、比較的優先して考えて、活かせそうなアイデアや重要そうなことはメモってます。いずれにせよ、メモするのも頭で考えるのも本質としては、漠然と思ってることを言語化して把握する。つまり言語化理解っていう方法なわけですね。で、これらを習慣化すると、本当に脳内というか考え方が整理されるので、おすすめだし、人生うまく進めたいとか楽しく生きたいっていう人であれば、もはや必須の訓練だと個人的には思いますね。数週間とか1、2ヶ月継続してみると、もう本当に世界の見え方とか考え方が全然変わると思いますよ。っていうか今まで接してた人間とか、学校にいる奴ら、会社にいる奴らとか、マジでこいつら何も考えてねえじゃん。みたいに思えてきますね。本当にそれぐらい考える訓練をしてみてくださいっていうことです。やはり、たくさん世の中のこととか自分自身のことを考えるっていうのは、学生時代の、勉強、暗記競争とかよりも全然、上のレベルに行けると個人的には思いますね。はい。簡単にまとめると、基本的には自己分析、他者分析を軸にしてみて、起きてから寝るまでの間、生活の上で必須のことや、よほど明確な目的があることはさておき、例えば、なんとなくスマホを触るとかは完全にやめて、基本的に全部の活動時間、考え事をする生活をする。最初は多分辛いかもしれないでしょうけど、慣れてくることで世界の見え方とか、捉え方が次第に変わるかと思います。はい。改めて、結論としては、瞑想ってのは日常生活におけるストレスや不安を軽減する効果があるだけでなく、頭が良くなるっていう大きなアドバンテージもあるので、ぜひとも実践した方が良いっていうことになります。騙されたと思って、試してみてください。はい。ということで今回は、瞑想のすすめっていうテーマでお話しました。ご清聴ありがとうございました。次回またよろしくお願いいたします。